はい、こんにちは。今日はですね、フィアットのシンクエチェントご紹介したいと思います。もうこの車みんな知ってるよね。は知ってる？い、知ってます。ルパンの車ですね。正解ね。前回 SSK の話があってね、ホットロッドのタイプから友達が増えてね、ルパンにもね、藤子ちゃんだけどしてる場合じゃないよっていう話になって、五右衛門もさ、それから次元ね、乗るためにはどうしても4人乗りじゃある必要があったわけだね。はい、これいいよね、モンキーパンチのね。こう必死にこうね、ハンドルさばきして逃げてるというルパンの姿がね。で後ろでこうじっと構える五右衛門ね。で後方にね追ってくる銭形平次をねのタイヤを狙ってるんだよね。銭形を撃ってないんだよね、次元はいつもねタイヤを狙ってるんだよね。パンクさせればいいっていうね、そんな車でございますね。これね実はね L と F といってちょっとずつ違うんですよね、ディテールがね。で実はねエンジンもちょっとずつ違う。後で紹介しますけどね、外観上の違いをねちょっと比較してみたいと思うんですけどね。はい、よくあるよね、トイレかなんかにこの絵とこの絵どっちが違う間違い探しみたいな間違い探し、はい、間違い探し間違えてないんだよ両方ね、はい、両方間違えちゃいないけど違いはどうだっていうねところをちょっとね今回ね並べてみると分かると思うのでねやってみたいと思っています。はい、ではまずフロントグリルからいきましょうかね。さてこちら L、 これルッソっていうんだよね。 L の略はね豪華っていうこと、向こう普通というね、つまりデラックスであるよっていうことね。さあどこがデラックスなんでしょう、どうでしょうか。バッジが違いますね。バッジね、確かにこちらね羽が生えてるのがねピッとね、はい、勇ましい感じがしない、はい、ベントレーのね堂々たるこのね、こっちの方が豪華じゃないか。なんかバッジだけ見るとそう見えちゃいますね。バッジだけ見るとね、だからよくあれをねこっちに書いてる人いるね。あ、そうなんです。豪華だからこっちの方が、はい、実はこっちの方に軍配が上がりましたね。はい、はい、これ豪華と。でこれはね認定証なんだけどね。なんかゴルフの会員証っていうかゴルフのあれでありそうな。そうこれねチャンピオンベルトみたいなもんかなこれイタリアのねアソシエーション、はい、チンクエのねがこの個体は、OK ですよ、いいものですよということでねこうやってねバッジ付与してくれるんですよね。バンパーね、これねバンパーガードついてますねということでね、ちょっと八重歯みたいなね可愛らしいっていう感じがしますね。はい、はい、で例えば車止める時もね、やっぱりこうねバンパー当ててちょっと後ろにずらしながら自分のスペース確保するみたいなね確かにねイタリアはね道とか細いよね、はい、古い街並み残してるからね、スクラップ&ビルドで作った街じゃなくてその歴史を踏襲しながらの道だから道とかもねやっぱりね細かったりするしね、そんなところでね駐車スペース全くないんでとにかく押しのけてでも入んなきゃいけないねこういうちょっとね自分を守ってるっていうね、はい、感じがしますね。はい、こちらこれは68年にデビューするのかな。68年から72年まで生産終了まで、作られているモデルでね、向こうは65なんですよ。65から72まで、作られていたということでございます。ここにはねハンドルがつくんだよね。取っ手っていうかなこれ、はい、持ち運びに便利そうですね。持って帰ってくださいっていうねこうね帰ろうって違うもう帰る時に便利だねこれね。はい、動きそうですね。そうこれね500キロ
軽いですね。軽いでしょ、はいそういう意味でもチンクエチェントだね。まあちなみにチンクエチェントってチンクエって5ね、はいチェント100ということでね、5100とチンクエチェント、体重もチンクエチェントということでございます。まあ外観上ねバンパーがちゃうね、バッジがちゃうねっていうことでございますね。はい、あとはこれやっぱねゴージャスだからね、ちょっとねリッチな感じに見せなきゃいけないんですよ。モールがついてるんですね、向こう見てください。ゴムのソリッドというね、はい、豪華に見えますね。ちょっとねリッチな感じするよね。バッジで負けてる分だけはいここで勝ったね、はい1対1だね、1対1でございます。はい、次後ろ側見てみましょうか。この取っ手ね、エンジンフードを開ける取っ手ね、これねちょっとフルっぽいね、こっちね、これアフターマーケットなのかわかんないけど、でも多分これがオリジナルだと思いますね。思想のね、こういうねちょっとねかっこいい形になってるわけですね。かっこいいかどうかこれ賛否両論ですね。これは好みに分かれますので勝ち負けつけません。ここね、ここにも後ろにも取っ手がついてるというね、ありがたいよね。これだから3人ではい持って帰れるよね、持って帰るこう街中をね、はい3人いれば大丈夫じゃないかな。ただ正面の人はちょっと苦しいかな、はいあそこエンジンないからこっちエンジン乗ってるからはい大丈夫。1人大体150キロぐらい持てればみんなこうやってね歩いていくとバッグなのにね、はいでかいバッグなんだっていうね。はい、まあそんなようなねことでございましょうかね。はい、外装はこれぐらいですかね。外装はそうだね。あとまあバッジがここにないんだけど、あるかないかちょっとごめんなさいね、そこまで深くは知らないんだけどね。これはねヌオーバ500って書いてありますね。ヌオーバっていうのはどういう意味ですか。ヌオーバってさ、みんなさボジョレ・ヌーボーって言わない？あ、言いますね。ね、あれ一緒、新しいボジョレの新しくできた新作ヌオーバっていうね。新しいフィアット。そう、新しいフィアットとしてデビューしたわけですね。もう今や古いけどね今や古いけどね、はい、新しい今のタイプのチンクエチェントって2007年に、スタートしたんだよね。でそれはね1957年にこのチンクエチェント初代ねが生まれて50周年のアニバーサリーとして復刻したの。なんだよ。だけどね、あれチンクエチェントって言ってるけど名ばかりのチンクエチェントだからね。名ばかりですか。名ばかりだって 500cc なんだから。あだからチンクエチェントでしょ、はい、あれ 900cc とか 1200cc とかリッターぐらいあるよね。はい、あ、もうチンクじゃなくなってますね。チンクエじゃないんだよ。苦しい答弁をね強いられるんだけど、そこはねさすがイタリアンだね、はい、でもね新しいチンクエも大好き実はね、はい、あれもいい車だね。はい、はい、じゃあ内装の違いとかちょっと教えてもらってもいいですか。そうだね。内装はねだいぶ違うよ。まずシートの形状からいってみる？はい、はい、シートこれねつるんとしてるね。はい、で本当のねみんなマニアの方々ねここをね白のエプロンにしたがるんだね。ここ白のエプロンで欲しいよっておっしゃるね。まあ僕は単色の方がねなんとなく好きなんですけどね。ドアパネルもこんな感じね、フラットでしょ。はい、飾り気が全くないね。はい、こういう仕上がり。はい、こちらね、こちらちょっとね
ラウンジ、上質なソファーって感じ。スーパーリッチだよもうねレンジローバーにも匹敵するようなねこの豪華さっていうかね、はい、まあちょっとビニールレザーっていうね基本的なところがちょっと弱いけどね、しかし形はいいよ。座り心地も実はすごくいいんですよ。これねまずは紹介しますね、ここねリブが入ってますよ、ね、ストレッチ入ってるでしょこれ、ストレッチが入ってると、あとはパイピングされてるっていうね、まあ、こちら側もパイピングがされてますけどね、ちょっとねこういうちょっとしたあしらいにねまあリッチな感じっていうかね出してるなっていう感じがしますね。それとねドアパネルね、ここもねやっぱりねちょっとひと手間かけた感じだね、ここにさリブを入れてるってことは中にねちょっとねクッション入ってるわけですよ、それでこうプレスしてやってこうねなってます。これもう一枚板扁々ナイス、これ弾力性があるね、リッチですね。はい、あとはハンドルね、ドアハンドル、これちょっとプラスチックがやっぱりこう多用される時期に入ってくるんだね、こういう時期ってね。プラスチック、ね、こういうふうにねちょっとねこう脂肪がついているプラスチック、こういうとこやっぱりねいいね。これもちょっと脂肪のついたねプラスチックですけどね、まあ、こんなところでございます。さてこちらシンプルバージョンでございますからね、ドアポケットございません、ね、ハンドルもねこの取ってプラスチッキーな感じでね、ちょっとこっちの方がやっぱりゴージャスな感じだね、好き嫌い別ですよ、好き嫌い別、人気はこっちの方がありますからね、まあ、そんなちょっと細かいところにも違いがあると。はい、じゃあ次メーターパネルをご説明しましょうかね。これはね初代の踏襲していて1メーターじゃん、スピードメーターしかないんですね。ねえキロ表示だけどね、まああとはねアラートがついてますけどね、まあ電気発電 OK ですよとかね、油圧が高いですよって警告がついてますね。あとはねこれウインカーなんだけどね、これね左と右で勘違いするでしょ、これねこっちウインカーなの、こっちハイビーム同じ方しかつかないんです。そうそう、同じものしかつかない。可愛いよね。ね。つくだけ偉いよ。つくだけ偉い。立派なもんだよ。はい。まあこんなとこでございますね。あとハンドルね。全く飾りっ気なし。でもこれね、飾りっ気がないがゆえにね、造形美しいと僕は思う。シンプルでね。これねすごくでも細いですね、ハンドルが。なんだよね。あとねここのねシリンダー、これね、これハンドルロックね。ここにね一生懸命やってこう回そうと思って無理ね。スターターじゃないからね。お分かりかな。まあ今の車は電池式だからさ、プッシュボタン一発だよね。これプッシュボタンついてますよね。それスマホケースです。バレた？でも見えますね。なんとなくね。こうやってね、これねあるわけですよ。電池ヘードル、これチョークね。これがねイグニッションなんです。これでね、これはね航空機が濃くなるチョークなのね。なのでつけっぱなし良くないです。エンジンが温まってアイドリングで安定するようになったら、これはねすぐに収めないといけない。
はい、じゃあ向こうのね、豪華バージョンの方に行ってみましょうかね。実はね車作りが60年代と70年代ちょっと劇的に変わってくるんですよね。特にインテリアがそう、衝突安全性ということが問われるようになったんだね。でそんなところでね中にねプラスチック素材を入れてるんですよ。ダッシュボードがプラスチックになってる。そうフェイシアが変わるんだね。衝突してもね、傷つかない。鉄板むき出したやつ痛いでしょう、どっちも痛いと思うこれね、これでございます。プラスチックでね、ちょっとゴージャスじゃない、昔のタクシーのようなねこれがね大きく違うのはね、この辺のね警告灯は一緒なんだけれども、でここ燃料メーターがついてくれてるわけですよ必要ですね。あれでしょ、ねこれないとねガス欠になっちゃいますからねあるべきだと思います。でこれはねここにキーがないんですよ。ここにキーがついてるんですよね。スターターキーがここについていますよってことですね。でもこれで回してもつきません、こちらにスターターがついています。これはもう同じことね、でございます。こういうことね。これ可愛くない？これ今ないでしょ。これねアクセサリーとか出てくるんですよ、針がね。これ隠れてますよ。なかなかのもんじゃないこれ、このあってしかるべきものがねあると嬉しいものでございます。あとねここのカーペットね、床ね、やっぱ豪華バージョンだからね下はねカーペットなわけですよ。ちょっと汚れてね汚いよそうね、ここね内張りカーペットしてありますよということと、コーヒーブレイクどうぞってね、ちょっと腰直けたりしますねっていうね、コンソールにね小物入れがついていますよということです。こちらはないですね。ゴムです。ただねカーペットはいくらでもアフターマーケットと言ってますからDIM ね Do It Myself でどうぞ皆さん張り替えたらよろしいかと思います。簡単に外れますからね。あとねジローラモが生粋のイタリアンじゃないですか、で彼がね劇的にねこのモデルになって売れた理由のことを説明してましたね。何ですかそれは。シートがリクライニングするという話です。デートにはいいよっていう話でございますけどね名車再生じゃなくて何だっけ愛車遍歴、あれを見てもらうとですねその様子を嬉しそうに語ってましたけどねここでは割愛しますけど、ここにねヒンジついてんのねこれ、わかる？これでね立ったでしょ、これ直立不動ね、これよっこいしょってこういうふうにね寝るわけですよ、ほらこれね寝れるんだよね、でもね寝心地はいいわけじゃないんだよねこれがね大きな違いかな。こうするとね後ろの人はね無理、ただでさえ無理なのに勘弁してくれって頼むから勘弁してくれって、こうペンペンできるけどねペンペンねこれ無理でしょ、ね、だからこれはねこれならねギリギリいけんじゃねえかってね、にしてもね苦しいけどねでそういった時は、救済措置がありましてね、ですねこいしょ、これがまたね小粒ながらもねちょっと知恵が絞ってあるんですね。ここね
スライドできるんですよ。よくしちゃってる。これ結構前でね、結構前出るでしょ。まあね、これはねちょっと苦しい。後ろ楽だね。でこれ実はね広いんですよ。みんな狭い狭いって言うでしょ、全然広いよ。これ出しすぎちゃいけませんね。勢い余ってよいしょ。あれ戻んなくなってる。あれちょっと勢いよくやりすぎましてですね曲がっちゃいましてですね俺は入りません。急遽修正しなければいけないというねことになってます。まあこんなふうになってるってことだけお見せしといたらどうでしょうかね。はいね、それはこんなね曲がってしまってはね、これはつらかろうというところですね。これがバネになってこうモデルになったんですけどね、ここの爪がここに入る、あそこのギザギザあるでしょ、あそこにあってねこう固定されますよっていうねことでございましたよね。はい、せっかくだから構造分析まで入りましょうかね。これですね。はい、B 面こうリクライニングね、リクライニング機構これですね。これね、わかりやすいね、これね、こんな風になってますよってね。これで、はい。なんかこう麻みたいなのがついてるんだこれね。はい。これもともとの原色こういう色だったのかな、内装の色。このシートね、ボルドーカラーっていうかね。こんなとこにも歴史が垣間見れるね。これは何だろうねよくわかりません。ただこれね、これウレタンもね新品ですのでね、これは座り心地いいわ。でスプリングも効いてるしね、いい感じですね。はい。まあそんなことはどうでもいいんです。これをまず収めなきゃいけないんです。シート問題で今一文字変わりましてねロスタイム1時間ぐらい、はい、結構な労働だったね。はい、フレームが曲がっちゃいましてシートのフレームがねこうなんかスキーの板みたいになってたねそうですね。だね、それを一生懸命今トンカチやりましてね、まっすぐにしましたよと。なんとか収まりました。でもここはあんま触らない方がいいかもしれません。じゃあ次エンジンをかけていきましょう。やっぱりねちょっとねエンジン大きいからね、こうドスドスドスっとしたバイブレーションだね。でこちらは、チンクエチェントのオリジナルの 600cc です。軽やかだね。可愛い音してるね。はい、可愛いけど結構骨太の音がしてるっていうかね。
はいね、なんか安定したいい音だったでしょ。はいね、トトトトトトっていうかね、これもさこれ見て、これエンジンマウントこれよ、これバネでね、はいこんなんだよこれね、蕎麦屋の岡本と一緒ね、知ってる？知らないです。そうか、君たちはまだ出前をそうやって岡本で持ってきてくれる人たちを知らないわけだ、はい、近所の蕎麦屋さん持ってきてくれなかった？よくわかんない。株かなんかでさ。いや、そばを出前で頼んだことがないですね。ピザとかならあるんですけど。なるほど、なるほどねそうだね、まあ、最近珍しいねウーバーもある時代だしね、はい、昔はね、蕎麦屋さんと寿司屋さんぐらい出前取ってくれるのね、はい、まあそんなんでね、岡持みたいになってサスペンションになったり、それとなんかすごい似てる、はい、システムがね、でもね、これバイブレーションがねすごくいいんですよ。乗っててもね、トッ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 ってね。で最初はねもうちょっとねばらつきがあったかな。で点検してもらおうと思って、専門ショップのベーシックベーネさん、はい、でオイル交換だとかブレーキ関係だとか一式ね安全に乗れるようにということでね、お願いしようと思って持っていく道中、はい、止まっちゃいましてですねあいつがベージュ君がね、はい、残念ながらこれそのままですねレッカーで、ベーネさんに入院ということになったわけですよまあその中でねいろいろと中ばらしてもらったりしてね、そしてタペットの調整だとか、それから点火タイミング、キャブレター、それからスパークがちゃんといってるかね、そんなようなことの初期的なものを全部見てもらってね、調子はねすごく良くなったんですよ、はい、でもう今やね低温時でも温度が低い時ね、はい、でも始動もねスムーズだしね、すごく吹き上がりも良くなってね、まあ点火タイミングもキャブの調整もしっかり合ってるな、チューニングがベストチューニングだなっていうね、そんな風に思うね。ギターでもそうでしょ、はい、弦が狂ってるとなんかさガーンってもちょっと違うんじゃないかっていう、はい、そういうもんなんだよね。ハーモニカみたいにさずっと調律が一緒だったりね、ドはド、はい、レはレってね、弦楽器ってこうじゃん、はい、こうね、まあいいか余談それちゃうからねまあチューニングがきちっと合ってないと、やっぱりね乗ってても気持ち悪いんですよ。きちっと合った、はい、で最初第1弾このベージュ入れてもらって第2弾これをしてもらったんですよね。これはね126のバンビーノのエンジンが乗ってる。だから、ちょっとね、オリジナルとは違うんだけれどもパワフルなんですよ。でこの23馬力のエンジン、まあ僕はねこれ通称ビッグブロックという呼んでいいだろうかスモールですもんね、サイズが。まあそうだね、小さい中でのビッグブロックっていうかね、はい、そんな気がするわけですよね。まあこのビッグブロックとスモールブロックということでね、あとねこれで壊れてるところがね、一発でカンパされてしまったんですけど、知らなかったですよどれが壊れてるかね。これね、これ温度が低いとこ閉じてんので、温度が高くなるとエンジンが溜まってくるとこ開くのね、はい、こういう風なんだよね。でここにこれパイプあるでしょ、はい、これねヒーター、空冷だからね、はい、これがねエンジンとねエンジンの排熱そのままこの中に部屋の中に持ち込もうというね作戦でございます。匂いも入ってくるしねそれはちょっと辛いですね。あったかいのも入ってくるね、でこれのダクトがないですねとかね、はい、ね、まあそんなことでいろんなことを全部1から10までご存知でした。だからね安心して乗れるかな。でやっぱりねシトロエンの DS でもそうなんだけど、クラシッカーに精通したそのプロのメカニックの人たちがいないと乗り続けられないよね、はい、調子が悪いまま乗ってるならなんとかなるかもしれないけれども、最高のコンディションで乗ろうと思うと難しいと思う。だから僕は最初これ乗った時にこんなもんなんだなと思ってた。でまあよく走るしね、小気味いいしね、あなかなかいい車だなって。最高速はさ80キロぐらいまでしか出ないですよ、はい、でも街中乗るにはスイスイでも、ね、なんかギクシャクした感じがあったの。キャブ調整だとか、それからタペットの調整だとかね、一式全部ねプロに見てもらうとねスムーズなの。実はねそんなギクシャクしないよ。僕これ街乗りだったらね
ルパンがさ街中スイ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 小気味よく走ってるでしょ、はい、あんな感じになるのよ、気持ちはね。まあ今日2台の比較をさせていただいたんですけどね、まあ、せっかく2台揃ってるもんだからちょっとずつのディティールの違い、買うまで僕もあんま分かんなかったのね。でも買ってみるとね、意外や意外こんな違いもあったんだなっていうことに気づき始めていくっていうかね。まあそんなんでね、ちょっとした違いだけれども年式の違いによってね、アメ車ほどはっきりとした違いはないけれども、でもね雰囲気の違いって十分あるよね。